さあ、今回もプロ野球選手解説、始めていくよ。89回目の今回は、レッドスター、赤い彗星の愛称で親しまれた選手の紹介になるよ。その選手とは、阪神に9年間在籍していた、赤星憲広選手だよ。短い選手生活、一体どんな選手だったのか、早速解説を始めていくよ。赤星憲広、1976年4月10日生まれの45歳、愛知県刈谷市出身の元プロ野球選手だよ。引退後は野球解説者、野球評論家、タレントを務めているよ。父親が少年野球のコーチをしていたため、赤星は幼少期から野球に親しんで育ったよ。小学校時代、赤星は父親がコーチを務める少年野球チームに入部しようとしたが、俺が辞めるまで、お前に流行らさないと言われたことに反発し、だったらサッカーをやるよ、という気持ちになり、小学校の部活ではサッカー部を選択したそうだよ。小学校6年の時にはフォワードとして、サッカーの愛知県代表に選出されたこともあるよ。しかし同じく小学校6年の時に、野球チームのキャプテンに選ばれ、掛け持ちはできないと判断した赤星は、サッカー部を辞め、野球に専念することにしたよ。刈谷市立刈谷南中学校時代は、軟式野球部に所属。1、2年生時派内野手だったよ。赤星によると、ポジションが同じで、赤星よりも足が速い上級生に出会ったことで、初めて、この人を超えたいという気持ちを抱き、それをきっかけに努力することの楽しさに目覚めたそうだよ。刈谷南中学校を卒業後、愛知県立大部高校に進学、野球部に入部したよ。入部当初、赤星は右打者であったが、監督から、左で打つならすぐにベンチに入れてやると、左打者への転向を勧められ、それに従ったよ。転向後、内野安打が増えて出塁の機会が多くなり、足を生かす野球を考えるきっかけになったそうだよ。1年生の秋にレギュラーとなり、1番打者として活躍。1993年の第65回選抜高等学校野球大会に二塁手として、翌1994年の第66回選抜高等学校野球大会に遊撃手として出場したよ。高校時代、赤星はドラフト候補として名前が挙がったが、プロになる自信はなく、スカウトからも体の小ささを指摘され、大学か社会人で、経験を積んだ方がいいと指摘されたよ。赤星は地元の大学で、教員免許を取りたいと考え、中京大学を受験したが、対策を立てずに臨んだ小論文が不守備に終わり、不合格。教員免許を取得できる、東都大学野球連盟所属の亜細亜大学から、勧誘があったことから同大学に進学、野球部に所属。実際に赤星は亜細亜大学在学中に、社会科の教員免許を取得しているよ。大学卒業後プロ野球選手になれなかった時には、高校の教員になって、野球部の監督になろうと考えたこともあったそうだよ。1年生の秋に三塁手のレギュラーを獲得し、2年生の春に外野手に転向。主に1番センターとして活躍。4年生の秋には、明治神宮野球大会で優勝を経験。大学時代の通算成績は、東都大学一部リーグ通算78試合出場、219打数61安打、打率2割7分9厘、3本塁打、27打点。2部では9試合、8打数2安打、打率2割5分、ベストナイン3回、通算45盗塁だったよ。赤星は大学での4年間の経験を経て、肉体的、精神的に成長したと感じ、東都大学リーグ優勝に貢献したという自負もあったことから、大学卒業時には、プロ野球を強く意識していたよ。しかし高校卒業時と同様、体が小さいという理由で声はかからなかったよ。当時の赤星にとってこれは、もうプロは諦めなさいと言われたのも同然で、プロ野球選手になることを諦め、JR 東日本に入社、社会人野球で野球を続けたよ。2000年にシドニーオリンピックの強化指定選手に選ばれ、千葉ロッテのキャンプに参加。この時赤星は、守備と走塁はなんとかなりそうだ、という感触を得たそうだよ。翌年には阪神タイガースのキャンプに参加。監督の野村から高い評価を得たよ。赤星曰く、強化指定選手に選ばれたことで、もしかして、まだプロ入りの可能性があるのかもしれないと、思うようになったそうだよ。シドニーオリンピック終了後、ドラフト会議で野村の鶴の一声により、阪神から4位指名を受けたよ。背番号は53となったよ。当時の赤星は体が小さかった上に、打球が打撃ケージの外に飛ばないと言われるほど非力で、野村に対しスカウトは、足だけですよとコメントしたが、野村は、同点の9回にダイソーで使うと答えたそうだよ。2001年、監督の野村は、当時チーム内にいた俊足選手7人を F17 と命名し、赤星をその1号車に指名。野村はまた、赤星が入団前に、腰部のヘルニアを患った影響から、調整が遅れていたにもかかわらず、一軍のキャンプに参加させたよ。
野村は赤星に、出塁率を上げろ。三遊間に転がせ。内角も逃げるな。打球が飛ぶというのは天性のもので、努力してもなかなか身につくものではないが、確率を上げることは練習でなんとかなる、とアドバイスし、自分の教えたようにやれば使える、と励ましたよ。打撃練習においては藤本と共に、ゴム製のバンドを、両肘に巻いてゴロだけを打つことを課せられたよ。試合中、ベンチの中では野村の近くに座り、野村の発する言葉から、プロ野球のいろはを勉強させてもらったそうだよ。赤星は、早い段階で、闇雲に努力するだけでは結果が出ない、考えてこそ結果に結びつくということを、学べたのは大きかったと振り返っているよ。赤星は1年目のシーズンを開幕1軍で迎え、3月31日の読売戦で、セーフティーバントによる、プロ初安打を記録、4月3日の広島戦でプロ初盗塁を決めたよ。5月にはレギュラーの座を獲得し、2番打者に定着して活躍。新人歴代4位となる39盗塁を記録し、阪神の選手としては1956年の吉田以来45年ぶり、阪神入団1年目の選手としては、1944年以来となる盗塁王に輝き新人王も受賞。盗塁王と新人王のダブル受賞は、史上初のことであったよ。シーズンオフに入り、球団側から背番号53を、若い番号へ変更することを打診。一般的に新人選手は、若い番号を与えられるほど期待されていると言われ、さらに53は、ゴミ、誤算に通じることから、赤星自身も、入団当時は嫌で仕方がなかったが、1年目から良い成績を残せたことで、53という数字は縁起の良い番号となり、愛着も湧いた。これを機に、53を自分の色に染めてやろうと、思うようになっていたことから変更を断ったそうだよ。2002年、阪神の監督は野村から星野に交代。4月18日の中日戦において、自打球が右足に当たり、足の速さをできるだけ活かそう、という思いからレガースをつけていなかったために、右脛骨を骨折。3ヶ月以上欠場し前半戦をほぼ棒に振り、復帰後はスランプに陥りながらも、78試合に出場し26盗塁を記録。2年連続で盗塁王を獲得。2003年は前年のオフに広島から、金本が FA 権を行使して阪神に移籍し、春季キャンプ中に、星野はことあるごとに金本、檜山、浜中の名を挙げ、赤星は代走要員とコメント。シーズン中は2番打者として活躍。2番赤星が出塁し、3番の金本が打席に立つ状況が、互いの名字から一文字を取って、金星ラインと呼ばれていたよ。9月15日に行われた広島戦で、鶴田からサヨナラ安打を放ってマジック1とし、同日夜にマジック大賞のヤクルトが負けたことで、阪神の18年ぶりの優勝が決定。前年秋から一軍チーフ打撃コーチの田淵と共に打撃向上に取り組んだことが功を奏し、3年目にして初めて3割を超える打率を記録したよ。田淵は赤星を、我々が目指したつなぎの野球は、彼なしでは考えられなかった、と評しているよ。盗塁数は球団記録を更新する61で、背番号と同じ数の盗塁をするという、目標を初めて達成し、3年連続となる盗塁王を獲得。さらに、守備率10割の日本タイ記録を樹立し、2年ぶりのゴールデングラブ賞も受賞。7月にはオールスターに初出場を果たし、ダイエーと対戦した日本シリーズ第1戦では、スレイタが打ったサヨナラ安打に、ダイビングキャッチを試み、左肘を負傷。この時赤星は、アテネオリンピックアジア予選の日本代表メンバーに選出されていたが、怪我を理由に出場を辞退したよ。2004年、阪神の監督は星野から岡田に交代。4月15日の広島戦で、顔面に死球を受けた影響で、ボールに対する恐怖心が芽生え、それを克服しようと、絶対に逃げてはいけない。ピッチャーに対して踏み込んでいこう、と考えたのが裏目に出て、打撃フォームに狂いが生じ、シーズン前半は打撃不振に陥ったよ。赤星曰く、打撃不振から抜け出すきっかけとなったのは、7月17日の広島戦で、第1打席で内角球をヒットにしたことで、恐怖感を断ち切ることができたそうだよ。シーズン後半の50試合で41、シーズン通算では自己最多記録となる、64の盗塁を記録。日米野球でも7つの盗塁を決め、デイイット・オルティズは赤星を、スーツケースに入れて連れて帰りたい、と称賛。さらに2年連続で3割を超える打率を記録したよ。2005年、4月21日の巨人戦で、通算200盗塁を達成。同月には月間 MVP にも選出されたよ。6月12日、日本ハムとの交流戦において、通算3本目、甲子園球場での初本塁打を記録。以後、引退までに本塁打を記録することはなく、結果的に最初で最後の本拠地本塁打となったよ。6月15日の西武との交流戦において、盗塁を試みた際に相手選手と衝突、左肋骨3本を折る重傷を負うよ。
10月1日のヤクルト戦では、通算250盗塁も達成するとともに、福本以来2人目となる、3年連続60盗塁を達成。リーグ史上初の5年連続盗塁王も獲得したよ。さらに当時のシーズン最多打席、イチローを抜く、年間単打165のプロ野球新記録も樹立したが、同年阪神の全試合終了後に、首位打者の青木が169まで記録を更新したよ。この年のシーズンで阪神は、リーグ優勝を果たしたが、千葉ロッテと対戦した日本シリーズでは、4連敗を喫したよ。2006年から今岡に代わって、阪神の選手会長を務めることになり、7月には2年連続でオールスターに出場したよ。盗塁数は35を記録したが、6年連続での盗塁王獲得はならず、打撃面では打率、出塁率ともに骨折した2002年に次いで、低い数字に終わり、規定打席到達者の中で本塁打、打点、長打率がリーグワーストを記録したよ。赤星は、どこもおかしなところがないのに、結果が出ない。なぜ打てないかがわからないから対処のしようがなかったと、振り返っているよ。6月8日の日本ハム戦で、守備中にフェンスに激突、右足首を捻挫し3試合欠場。2007年は、鳥谷と打順が入れ替わり、主に2番として出場。シーズン開幕直後、左首から左腕にかけて、痺れや痛みを感じるようになったよ。赤星によると2006年のシーズン中から、頸部に違和感を覚えていたそうだよ。病院で診察を受けたところ、頸椎椎間板ヘルニアと診断。それでも赤星は出場を続けたが、5月4日の広島戦で、ダイビングキャッチを試みた際に首を強打し、椎間板ヘルニアが悪化。頸椎椎間板中心性ヘルニアによる脊髄損傷の診断を受け、医師の勧めにより3週間欠場。7月25日の中日戦で通算300盗塁を、9月14日の同じく中日戦で、球団最速記録となる、7年目での通算1000本安打を達成。2年ぶりの打率3割を記録したよ。しかし9月23日のヤクルト戦で、左腰に死球を受け、腰椎を骨折し、3試合欠場。2008年は開幕から1番打者として活躍。試合途中から出場するなど、球団側が首の状態に配慮した起用をしたことから、全試合出場を果たしながらも、シーズンを通して体調は良かったよ。9月22日に、2089打席無本塁打のプロ野球新記録を樹立。走塁面では10月12日に、吉田の持つ球団記録に並ぶ、通算350盗塁を記録。シーズンを通した盗塁数は41で、復帰に一つ届かずリーグ2位であったよ。打撃面では自己最高となる打率3割1分7厘、リーグ最多の94得点を記録したよ。ちなみに本塁打は出ず、3年連続で規定打席に到達かつ本塁打例を記録。規定打席に達しての本塁打例を4度記録したのは、9時に続いて史上2人目であったよ。チームは7月下旬に、優勝マジック46が点灯したものの8月以降低迷し、優勝を逃し、赤星はこの年のシーズンについて、優勝と盗塁王を逃したショックは、言葉では言い表せないほど大きかった。一方、2005年以来こだわってきた得点で、リーグ最多を記録したことには、満足のいくシーズンだった、と振り返っているよ。2009年は年初から調子が悪く、肩の痛みや腰部のヘルニアに苦しみ、オープン戦には肩と腰に、痛み止めの注射を打って出場。4月10日の試合後に腰の状態が悪化し、自ら登録抹消を申し出たよ。復帰後体調の悪化は全身に及び、腰の他両膝と肩にも、痛み止めの注射を打って出場。4月4日、開幕2試合目のヤクルト戦で、球団新記録となる通算351盗塁を達成。5月13日、出場登録日数が8年となり、FA 権を取得。8月2日の巨人戦で本塁への突入時に阿部誠幸介捕手と接触し、左足を負傷。10日間欠場したよ。9月12日、甲子園球場で行われた横浜戦で、内川が打った打球にダイビングキャッチを試み、頸椎椎間板ヘルニアが悪化すると同時に、中心性脊髄損傷を負ったよ。負傷直後は、手足が動かなくなったほどの重傷で、赤星はトレーナーに背負われてグラウンドから退場し、救急車で西宮市内の病院へ搬送されたよ。間もなく足は動くようになったものの、腕に深刻なダメージを受け、感覚が鈍く、思うように動かすことができず、しかも何かに触れると激痛が走る症状に襲われたよ。医師は赤星に対し、指が以前のように動かせなくなる、後遺症が残る可能性を指摘したよ。赤星は、まだ野球がやりたい。来年もプレイするという思いを抱きつつ、痛みに耐えながら手足の指を、1本ずつ動かすところからリハビリを開始。しかし10月31日に球団側は引退を勧告。赤星には、いくらなんでも1ヶ月で結論を出すのは早すぎるだろう、という思いがあり、1年は様子を見てほしいと、猶予を求めたよ。
11月4日には予定通り、ユニフォームを着てグラウンドに立ち、キャッチボールなどを行ったが、8日に球団側といった2度目の会談でも、大きなリスクを抱えた現状では契約できない旨を通告されたよ。赤星によると、医師から、今度やってしまったら不随の可能性がある、最悪、命の危険もある、と言われたことが引退を決意した、要因の一つになったそうだよ。12月2日、赤星は球団側に引退を申し入れ、同月9日に西宮市内で記者会見を開き、正式に引退を発表。会見において赤星は、怪我さえなければ来年もレギュラーでやっていく自信はあった。まだまだ若い選手に負けない気持ちもある。まだまだできるという気持ちもあった。完全燃焼した気持ちはない、と述べたよ。赤星は負傷を招いたプレーについて、今でも夢に出てくるとしつつ、飛び込んだことに後悔はありません。野球選手の本能としてやったことなので、それよりも、もう少し寄っておけば取れたのに、と考えてしまうと振り返ったよ。また9年間のプロ生活について、野球のために人生を全部使ってきたし、色々なことを犠牲にしてきた。人生の全て、と振り返っているよ。生涯通算2割9分5厘の打率については、予定外でした。プロでこんなに打てるとは思ってなかった。自分の中では誇れる数字、と述べているよ。会見には絶対に泣かないという決意で臨み、3度涙をこらえていたそうだよ。会見終了後、阪神甲子園球場のセンター付近で、車椅子の贈呈式を行ったよ。また赤星自身の意向により、引退試合は行われなかったよ。赤星の引退に際し球団側は、赤星の背番号53を、使用するのにふさわしい選手が現れるまで、空き番号とする準永久欠番に指定したよ。2010年より、日本テレビ、読売テレビの野球解説者、スポーツ日本の野球評論家に就任するとともに、ゲスト解説出演の扱いで朝日放送、毎日放送、関西テレビ放送の中継にも出演。さらに CBC テレビ、サンデードラゴンズのコメンテーターにも出演しているよ。2011年オフには、和田の監督就任に伴い、コーチ就任の依頼を受けるも、体調面を理由に辞退したよ。そして2015年オフ、現役時代の同僚である、金本の阪神一軍監督就任に伴い、コーチ就任の打診を受けるも、2011年同様体調面の不安を理由に辞退したよ。そしてここからは、エピソードを紹介していくよ。現役時代は、応援に訪れたチームのファンにも激高するなど、たびたび怒りを爆発させる性格から、チームメイトからは、ジャッカマンと呼ばれていたそうだよ。2008年5月24日のソフトバンク戦後のヒーローインタビューでは、インタビューが聞こえないとヤジを飛ばしたファンに向かって、入ってねえんだよ、この野郎、と怒号を飛ばした様子が中継で流れたよ。また別の試合では、ネクストバッターズサークルに立つ選手に対する、ファンのヤジに腹を立てていた赤星は、最終打席に立った時に、本人曰くわざとアウトになり、一塁から戻ってくるその足で、そのヤジを飛ばしたファンのところに駆けつけ、お前ちょっと来い、と叫び、スタンドにいた警備員に対しても、止めとけ、俺が行くまで、と、そのファンを引き止めておくよう指示。ところが、赤星が駆けつけた時には、そのファンは立ち去っていたため、ファンを逃がした警備員を呼び、なんで止めとかねえんだ、と激高したそうだよ。そして選手に対して失礼だ、と自身の激高の正当性を述べていた。さあ、今回はこの辺にしておこうか。編集してみての感想は、念願のプロになり、数多くの怪我をしても何度も立ち上がる、引退したことに対しても納得していなかっただろうね。ただその怪我が、徐々に自身の選手生命を短くしていき、最終的に命に関わる事態にまで陥った。プロ入り前から体の小ささを指摘され続け、それでもプロになったからには必死で食らいついていく。その全力プレーがなければ怪我のリスクは少なかったかもしれないけど、それではこの赤星選手はいなかったかもしれないね。ってなわけで、今回はここまで。それでは、ご視聴、ありがとうございました。